皆さんこんにちは。今回は今後の検証のために制作した自作 CPU クーラー、疑似水冷2の特徴や動作についてと、その疑似水冷2で検証したい内容など今後の予定、それと、動作確認中に生じた破損や故障について、これら3点について紹介します。実は今までいくつも作ってきたこのヒートタイプっぽく動作する自作 CPU クーラーなんですが、計画的にはそろそろ終わりが見えてきました。それで、締めくくりの前に気になることを見ておこうかな、ということでまたしても検証用に CPU クーラーを自作しました。構造は以前制作したこれも検証用という立ち位置で、後に沸騰型とも呼んだ自作 CPU クーラー、疑似水冷と、その一つ前に制作した2モード CPU クーラー、2つの特徴を足して2で割ったようなものになっています。疑似水冷に見た目が近いし検証用という共通点もあるので、後継ということで名称を疑似水冷2としました。そんな疑似水冷2で何を検証するのかというと大まかには2点あります。一つは、CPU クーラーにおけるヒートタイプ部分、そのヒートタイプの放熱を担う水枕表面に撥水性、もしくは浸水性の薬品をコーティングする、です。水枕表面ではヒートタイプにおける相変加熱輸送の一旦、凝縮が起こるのですが、その表面が撥水だったり浸水だったりで凝縮で生じた液体の動きが変化し、液が早く流れ落ちたり液膜が薄くなったり、そんな変化によって凝縮の頻度などの様子や、結果的な冷却性能に変化が出るのか調べようと思います。これは従来の洗剤水といって精製水に食器用洗剤を混ぜ、液の表面張力を小さくして沸騰を促進させようとしたあれの凝縮版です。ただぶっちゃけ冷却性能向上は期待していません。凝縮の様子といった動作の変化を期待しています。装置内に仕込んだ温度計などの数値を見る限り、凝縮が関係する熱移動はすでにスムーズらしく問題なさそうなので、コーティングによって凝縮が促進されたとしても、性能への影響は小さいだろうと考えています。ただ凝縮の置き方など見た目は変わりそうなので、興味本位ですが試す予定です。この検証に合わせた構造として、水枕表面をコーティングしやすくするために水枕を容器本体から分離できるようにしました。ここは2モード CPU クーラーで採用したフランジ構造を元にしています。一方で2モード CPU クーラーでは放熱不足や水漏れの心配があったので、前疑似水冷の製作経緯でもある市販の水枕を使いつつ、以前は対称形だった構造を、今回は凝縮の様子を観察するために水枕表面を正面から見られる部品配置にしました。まあ、この構造が後ほどお話しする故障の一因になったりします。ちなみにコーティングするのはフランジ構造側の水枕だけにするつもりです。片側だけならコーティング処理と未処理で比較できますし、それに本体側は狭いので面倒そうですし。検証内容2つ目はこれまでなんだかんだで試せずにいた銅メッシュを、沸騰が生じる銅ブロックの真上につけてみようと思います。沸騰が起きる銅ブロックの上だけに銅メッシュと不思議に思われるかもしれませんが、これにはこの検証を行う経緯が関わります。先日から割りした CPU の CPU 台を直接水冷したり、自作 CPU クーラーの容量で低圧低沸点化した水を直接かける製作を行ったのですが、どうも CPU 台の表面積だけでは熱交換が足りなかったのか、冷却性能は普通にヒートスプレッダや CPU グリスを使った状態よりも悪かったんです。まあ CPU 台の表面積が小さいのは見ての通りでしたから、ある程度予想された結果ではあるものの、何かよくできそうなアイディアはないかなと考えた時に、今回の銅メッシュのパーツを後付けする仕組みを思いつきました。市販の水冷ブロックの表面みたいにデコボコで表面積を稼げる形状、ぽくならないかなと銅メッシュを重ねる感じです。ただ重ねるだけなんで熱の移動や拡散の面では期待できない、むしろ邪魔かもしれませんが、沸騰が生じる起点になってくれれば沸騰回数が増加など、相変加熱輸送、ヒートタイプ的には有効かも、そんな期待をしています。本来銅メッシュといえば多くの隙間を生かした毛細管現象による冷媒循環がメインになるでしょう。おそらく私の作る自作 CPU クーラーでも毛細管現象による液戻りが活用できれば、これまでとは違った動作や冷却性能が見れるかもしれません。うまくいけば市販のヒートタイプみたいな動作や性能に近づくかも、そう思うのですが特段取り上げようとは考えていません。私が作る自作 CPU クーラーの大きさや構造で、また容器内壁に銅メッシュを這わせる作りにするのが面倒だとか観察性がとか、性能的には急所のような要素かもしれないんですが、今は放置しています。話を戻しまして、
今回は銅メッシュを使ったパーツを2種類製作し、そのパーツを平らな銅ブロックの表面上、銅ブロックの真上に設置できるような構造にしました。ちなみに平らな銅ブロックの中央には変な跡がついていますが、これは以前の検証でついたハンダの残りです。このハンダがあってもなくても動作や性能は大差なかったので、見た目変ですが今回はこれを平らとして扱いました。製作した銅メッシュパーツは銅ブロック全面を覆うものと、多少は間隔を空けた方がいいだろうと配置をいじったものの2種類です。やはり単に銅メッシュを重ねるだけだと断熱というか掛け布団みたいと思いまして、私の簡単よりですが適当に間隔を空けてみました。といった感じで用意した疑似水冷2ですが、初回となる今回の動作確認ではこれまでの自作 CPU クーラーとの相違点を把握。つまりこの動画シリーズではよく見るデコボコな銅ブロックや精製水、もしくは洗剤水といった条件での動作確認や、銅メッシュ検証の比較用として平らな銅ブロックでの動作確認。そして時々銅メッシュパーツでも数パターン、という感じで動作の様子や冷却性能を見ています。どの条件をどの順番で見ていくかは深く考えていませんでしたから、私のその時の興味順です。そして得られた結果なんですが、確認した全条件を取り上げると大変なので要点を押さえて紹介します。まずは今回製作した疑似水冷2自体の冷却性能ですが、従来の自作 CPU クーラーと大差なく良好な結果でした。グラフは各 CPU 動作設定においてベンチマークソフトシネベンチ R20 を使い、乾燥した際の CPU パッケージ温度最高値を示しています。比較用の従来のデータはパート37時点でベストな冷却性能だった全疑似水冷のものと、先日製作した PC 水冷用ラジエータを改造して作ったラジ HP、それに PC ファンを8個付けた条件のものです。どちらも当時はベストだろうと思えたデータですが、それらと比較しても今回の疑似水冷2は遜色ないでしょう。ついでに市販の空冷 CPU クーラー無限5とも比べるとこんな感じ。直近までラジ HP をやっていたこともあってか、今回の疑似水冷2は市販品に結構肉薄している気がします。まあ相変わらず無限5を超える改良はできていませんが、検討はしているでしょう。じゃあそんな疑似水冷2を使って今回の検証を行う、その前に比較用の平らな銅ブロックのデータを取得したわけですが、ここで新たな発見がありました。実はこれまで試したことがなかった組み合わせ、平らな銅ブロックと冷媒洗剤水の条件で、先ほどベストだろうと紹介したデータの条件、市販の水冷ブロックを流用したデコボコのものと洗剤水に近い結果が得られたんです。これまでの平らな銅ブロックでは冷媒に精製水しか試しておらず、その後デコボコや洗剤水で良好な結果が得られたこともあり、以降今回まで精製水と洗剤水はどちらかを試すことがあっても、銅ブロックはデコボコしか使っていませんでした。やっぱり平らだと表面積が小さいし、沸騰の起点になりそうな構造も見当たらないから改良の余地が少ないだろうなって。そんな先入観があってあまり調べていなかったので、意外な結果でした。以前も調べた平らな銅ブロックと精製水の条件と比べて、沸騰の頻度など動作の時点で違いが見られましたし、性能など数値的にも大きな違いがあります。洗剤水ってそんなにすごかったの？多分すごそうではあるんですが、故障の影響で今は判断しにくい状況です。というのも平らな銅ブロックと精製水の動作確認時に、もしかすると故障の影響があったかもしれないんです。なので故障した装置を直した後に改めて確認するつもりです。一方で平らな銅ブロックに銅メッシュ全面のパーツを乗せた結果ですが、こちらは案の定というか、劣悪でした。冷媒が精製水と洗剤水のいずれでも CPU の動作設定、定格の時点で CPU 温度が100度まで上がりました。一応沸騰はできているみたいなんですが、やはり銅メッシュで全面を覆ってしまうと掛け布団みたいというか、沸騰で生じた蒸気が銅ブロックと銅メッシュの間に溜まり、断熱層になったのかもしれません。以前試した沸騰改良の一案でも似たことが起きましたし、やはり安直に銅メッシュを乗せただけではダメなんでしょう。ということは、毛細管現象を活用する目的で銅メッシュを入れても、場合によっては熱の移動や冷却を阻害するかもしれませんね。そう思うと改めてですが CPU クーラーの複雑さを実感します。まあ私は毛細管現象による冷媒循環を考慮せずに、沸騰重視で進めますからまだ単純です。そしたら多少考えて隙間を作った銅メッシュはどうなんだろうと、実際に試すわけですが、ここで先ほどから何度か話にあった故障が顕著になってしまいました。
私が作る自作 CPU クーラーは冷媒に水を使う関係で、容器内圧力が大気圧よりも低い低圧状態になるのですが、容器内が低圧だと周囲の空気が容器を押しつぶす方向に圧力を加えます。今回はその圧力によって容器内の部品が破損により強度が低下したことで部品の変形が増大し、変形によって容器内を低圧に保つ、機密を担っていたシーリング材が損傷した隙間を通って空気が流入し、容器内の圧力ひいては冷媒である水の沸点が上昇したので沸騰が停止したので総変加熱輸送、冷却自体も停止し、維持水冷2はヒートパイプっぽく動く CPU クーラーから温水器になってしまいました。実際はこれら一連の問題が少しずつ現れていました。最初はなんか変形してる、という違和感から、それでも動作確認を続けていくといつからか空気が流入し始めたのか容器内の圧力が少しずつ上がりやすくなり、それでもだましすぐには修理できなかったのでできるところまで計測しようと続けた最後、沸騰が収まり、動作確認を継続できないスピードで圧力が上昇。ここで今回の動作確認を中止しました。CPU クーラーとしては動作不能なレベルの故障になりましたが、あくまで低圧を維持するだけの気密性が保てなくなっただけで、容器を構成する樹脂板がバキバキに割れたとか冷媒が飛び散ったみたいな激しい故障ではありません。なので PC 自体は普通にシャットダウンさせ、故障した疑似水冷2も通常通り解体できています。そんなわけで被害が広がる前に幸運にも型がついた動作確認ですが、確認したかった条件ができなかったり、だましやっていた条件では空気の流入があったのか、高温すぎない、という結果になっています。これら怪しい結果やできなかった条件の動作確認は、修正後の疑似水冷2で改めて見ていこうと思います。まあ修正を施したら改めて従来の自作 CPU クーラーとの比較が気になるんですが、そこはパスしますかね。いずれにしても続きは修正版を作ってからとなりますので、今回の動作確認は以上となります。ここからの紹介は今回の制作や動作確認における細かな話として、同メッシュパーツの詳細や制作過程と、そして故障の詳細、対応方針についてお話しします。では同メッシュパーツについて、今回使用した同メッシュの材料はパーツごとに違いまして、前面を覆う方で使ったのはアリエクスプレスで購入した銅変素ケーブルで、間隔を空けて配置した方のは汎用のハンダ吸い取り線です。いずれも金属の銅が主材料の製品ですね。銅変素ケーブルはおそらくですが、自作 CPU クーラーの先駆者様が使われていたものと同じかその類似品です。というかその先駆者様の動画を参考に製品を探しましたし、この後の加熱処理も真似しています。ただこのように銅メッシュを使ったり、その銅メッシュを加熱処理したのは今回が2回目で、1度目は以前動画でも紹介しましたが、アース線という自作 CPU クーラーにちょうどいい大きさの製品を使いました。でしたがこのアース線の材質は銅単体ではなく、外皮は銅だけど内部はアルミのクラッド線というもので、それを加熱ということで火で炙ったらアルミが焼き切れたのか、ボロボロになってしまいました。その反省を生かして今回は先駆者様と同じ銅変素ケーブルを使っています。問題なく加熱処理できた銅変素ケーブルを縦に開きまして、そこにシーリング剤を塗ったアクリルパーツを置いて接着。シーリング剤が固まったら余分な銅メッシュをカットしまして、これで銅メッシュ全面のパーツが完成です。ハンダ吸い取り線を使った間隔ありの銅メッシュパーツも似た感じで作っています。ちなみに間隔の幅や吸い取り線の本数は直感で決めましたが、今更ながら数値化してみると、アクリルパーツの開口部直径 24mm に対して、幅 2mm の吸い取り線が7本で計14。ということは間隔の合計、隙間の合計は 10mm。面積比ではないのでなんか意味不な数値ですが、銅メッシュと間隔の割合は7対5のようです。本数が6本だったら半々になったので、本当に今更ですが若干しっくりこない。次の修正時に作り直そうかな、なんて考えています。ところで先ほどは触れなかった銅メッシュ隙間の結果ですが、前述の通り故障の影響で怪しさが残るものの、平らな銅ブロック、精製水の結果よりわずかにいい、そんな結果になっています。信用しきれない結果なので今見比べても微妙な気もしますが、まあ銅メッシュ全面よりは圧倒的に良くて、何も乗せていない平らな銅ブロックよりは多少いいですが、デコボコほどは良くならないといった感じです。デコボコくらい良くなっていたら大成功ですが、まあそううまくはいきませんね。
これなら平らな銅ブロックに銅メッシュを乗せるより、冷媒を洗剤水にした方が簡単かつ効果的です。という感じで話もできますがどうしても怪しい結果ですから、このあたりを今後修正した装置で改めて確かめようと思います。最後は今回生じた故障の詳細と対策についてです。原因は前述の通り、冷媒の沸点低下のため容器内圧力を大気圧よりも低くしたことによる外圧方向での負荷、変形となるのですが、具体的な故障箇所は大体ですがつかめています。まあ厳密な調査はまだですけど、明らかに破損した部品もありますし、動作確認の映像を見返しても反っている部品があるのがわかります。なんならこの疑似水冷2における初めての PC 設置後、CPU クーラー化の準備作業の一環で真空引きしていた時点で、大気圧から低圧になる間に容器もへこむような変形をしていく様子が確認できました。私が作る自作 CPU クーラーは基本的にアクリルパーツを多用しているので、もしかして熱と圧力のダブルパンチで壊れたかと思いましたが、まだ CPU の熱を受けていない新品の状態でこれですから、明確な強度不足だったんでしょう。というかアクリルパーツの耐熱性が原因ならこれまでの自作 CPU クーラーでも似たような破損が起きていそうですが、容器内が低圧な時や動作確認中の破損とか、破損以前の部品の変形を目視で認識したこと自体今回が初めてです。ではなぜ強度不足だったのかというと、それも思い当たることがありまして、これまでは容器内に真空引き、外圧に対抗するための突っ張り棒のようなフレームパーツを作っていたのですが、今回は撥水剤など検証における観察性の確保や、容器内を洗浄しやすくするといった理由でフレームパーツを省いてしまったんです。ついでに変形した部品は特に真空引きの影響を受けやすい配置のものだったのですが、前疑似水冷ではそこに比較的高強度な水枕があったので問題なかったようです。こんな感じでフレームなど補強部品の省略や部品の配置変更によって強度が低下したのでしょう。そしたら対応策は単純なもので、省いていた補強用のフレームや外圧に対抗できる構造を新たに追加する予定です。いずれも今回優先した観察性を損なう方向での修正となりますが、それでも観察性の確保は頭の隅に置きつつ、洗浄などの作業性も確保できるようにフレームは脱着可能にするとか、配慮しつつ強度を確保しようと思います。まあ最優先は実施できる、動かせることだと思っていますから、ほどほどに考えて適当に区切って作るつもりです。その修正が済んだら今回得られた結果も踏まえて気になった条件の動作確認を見ていくとしましょう。今回の紹介は以上です。正直なところ故障した自作 CPU クーラーの話で動画を作るのは当初気が引けたのですが、内容を整理してみると平らな銅ブロックと洗剤水の組み合わせや銅メッシュパーツ全面の結果、これらは新規の話題だし話せるかな、と、そう思いましてこの動画にまとめました。それに前回の動画投稿から期間が空き、そろそろ投稿したいなぁとも思っていましたし、まあこれからまた修正という実質制作期間に戻るので、またしても動画投稿が空きそうなんですが、故障したままじゃ続けられませんし、怪しげなデータを取っても仕方ないですから、一つずつですが対処していこうと思います。こんな感じで今後もゆっくり進行となりますが、気長にお待ちいただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。